うわこういうふうにこう引く動作、こういうふうに持って肘入れることができます。でも難しい。いやできる自信ないんだけどこんにちはこんにちは、白川隆二です。そして黒いガードの高橋東です。ということで、高橋さん、今回はちょっと合気道を体験していただきたいんですけど、合気道は武器技、武器に対する技が多いので、今日は高橋さん、じゃあ担当を持ってきたので、担当取りを体験していただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。美しい合気道。普通合気道の担当ってこれ木製を使うんですよ。でも今日は木製じゃなくて特別にやばそうですね。刃がついてる。うわでこれ木製でもちろん最初安全でいいんですけど、光ってるやつ心理的に全然違うんですよ。あと木製だったら例えばこうパッとこっち持っていいんですけど、こうだと刃を持つと危険ってすぐ分かるんですよ。なのでこれだとより緊張感を持って稽古することができる。ただ慣れてない人だったら本当に危ないんですけど、ある程度慣れてきたらこういうのをたまに使うと光り物に対してのこれ見るとパッと緊張してますよね。これに対するちょっと技をやりたいと思います。こう相手が横目に突き刺している動きってこれに対してパッと出す。そしてどうですかね。いや早くてよく分かんなかった早すぎてよく分かんなかった。ゆっくり高さんにゆっくり解説していきます。これはどうやって持てばいいですか。このままこう突き刺す突き刺す動き、こう本当に強く突き刺させる。こういうふうに持って親指をやるとこう突き刺せるんですよね。ググッと突き刺せる動きでこういう動きになるんです。光ってると多分違いますよね。そう思わずね動いちゃうね。でこう来た時にドーンってきてもういいんですけど、これ怖いのでそれを取る動きなんですよね。だからちょっとついていただけますか。そうゆっくりいきますね。こういう感じですね。そう実際見えないところから来るので、そう見えないです今歯が。そしてついてくるところをついてくるところをその後にこう取って回って決めていきます。これでこのまま決めることができますし、今肘決めですね。そしてあとぐーっとここで固定詰め手首を決めてこれはもう持てないね。いくという技術があうわります。きつ手首が決まりますね。こう来た時にやっぱ大事なのは怖くてこうなったのが一番危ないので、まずこう本当に怖いですけどこれを見てですぐ相手をこれが大事なんで、そのまま肘関節を決めていく。うわいやパーンってやられただけでこれ落としちゃうかもしれないね。そうです。でも落としてくれたらいいですよ。衝撃が来るので。で普通だったらこう本当に怖いんですけど、それがこう入っていってバッとやってで手だけにもちろんこう集中してもいいんですけど、この顔と手を両方やっていく。でこう入ってきます。うわこれか。でここで肘関節決めてもいいし、こうですね。ここで固定。これね。これなんですよ。ここ固定詰めで手首をこうやってこっちはもう何もできないんだ。そう実際にこれが取れるかどうかは別としても、こういう入り方で外していくという利合いなんですね。どうですか。いやできる自信ないんだけどでも実際こう思ったらね、実際こう来た時にはもちろんこんなふうに最終手段ぐらいですけど、でもこういう技術を稽古してわかります。さあ行くぞ。同じパターンでじゃあこう来た時に肘全体を今肘決めてます。さっきは手首だったんですけど、肘肩肘で主に決めてるのは肘なんですよ。だから持たなくても決めることができるんです。だからゆっくりこうやって変えてここからそして肘。ダメだ本当だ。肘ですよね。本当だ肘だ。肘なんですよ。
いってだからこう来たらこっちそうでこれもこっちこれ先生のやつになっちゃったこうやってこれで割れば本当はいいですよ、はいはいでさらにバッとすぐ取って抱えていくそうこっちそうそうで脇が当たるあちょっと待ってこれはどっちだがこっちにこっちかそうでそうそうこれ肘決まんないですよねいやでもそこを下げればこうそうそう決まってます決まってるはい決まってますでこれがこううん上がってくるのをあそう結構あごめんなさいいいですいいです、はい、こっちはそっちでそれで反対で取るああこっちでそうそうでこれはこうですこうでいいのかなそうです関節決めながら反対の手で取っていくいいですよあでも難しい手が持ち替えが難しいそうですね確かに決めながらの持ち替えですよねうんそうそうそうこっちで片手では決めて片手では決めて片手では取るっていうもっといい技高さがあるのでこれすげえナイフだったら例えばこんなふうにないですよねうんナイフだったらこういうふうにこう引く動作、はいはい担当なのでこう突き刺す担当なのでこういうふうに突き刺す動きがあるんですよそれに対しての動きなのでこれはい歯歯上でいいのはい、歯が上だとこう返しでも切れるから歯が上でゆっくりいきます取るときにこう、はい、ここ当て身もこう入れてたんですよ、はい、そうでここで手首をこれから手を返してるからそのままとこのまま持ってうつ伏せこう手首切ってこれででまたこうしたら何もできないよねそうなんですよでグッとああ本当だこれでも本当すごいねもううわーって逃げなかったよね本当にね本当は逃げた方がいいですよもちろん逃げた方がいいでこう練習としてそうオーケーしてもらうこういう感じか本当はちょっとこっち側にあそうかそうか避けながら腹を刺してくるそうかそうそして終わりで本当はこれで持ち替えてこっちでいいああバッチリでこっち側見やすいようにお腹をこうあ今刺されてる全然タイミングあるねこれこっち少し引いた方がいいですかねちょっとだけサイドにあこっちがそうかできればでも引くのもありですよでこっちに行けばいいですねいいですねそしてそのまま持ったままうつ伏せでこれはどっちにいやそのまま持ったままこっち側にグッと返すまたいやまたいでもいいですよあでもここだと切られるタンタンまあそこまで行きました持ったまま絶対離さない持ってそのままいきますそのままこっち側あこっち引っ張ってくるかそしてそのまま離さないで手首ああうわあゆっくりそうでそのままこっちに踏み込んででそのまま持ったまま持ったままこっち側そっかここをひっくり返してここを決めてこっちはそのままもう手首決まったのでそのまま手首グッと決めてそこで外すもうこっちは何もできないんだできないですここで決まってないね決まったら片側でそうすごいこっちのこっち持ってってこれかそうであとどっちがいいそうですはいいいですね美しい合気道はいということで今回は高石真さんに担当取りの技を体験していただきましたこれでも演舞でよく見たりもするんだけどあの速さでしかも皆さんこういうの使ってるじゃないですかいかに何度も練習繰り返してですよ身に染み込ませてやんないと危険かっていうの僕今全然わかりますよねこれ刺さっちゃいますよねいってマジで危ないですからねそうなんですよだからこういう木製の担当でもするしこういう稽古でもしたらまた違う緊張感を持って稽古する実際にこうねついてくるのを取ってって結構現実的ではないですけどでもこうされてるのに慣れるっていうのは大事なもの大事ですよねこういうものに対して実際こういうふうに来たに対してこういうだけでもいい稽古ですさばきこれでこう普通に下がったら当たっちゃうので突きに対して反応するいい稽古反応の稽古の練習が
思えば良くなりますので、ということで今回は高石柴さんに担当取りを体験していただきました。ドキドキでしたけどありがとうございました。美しい合気道のすべてがここに。難しい専門用語を分かりやすく独自に言語化。知識ゼロから学べる合気道のしなやかで美しい動き。書籍美しい合気道、角川より発売。